おはようございます。おはようございます。おはようございます。おぎそです。ライブ配信すみません。今日はちょっと遅くなりましたが、ライブ配信を始めたいと思います。コメント等ある人は、押し印をということで、ここにねおはようございます。すみません。夕方、4時半から始めたいと思います。今日はちょっといろんな仕事が立て込んでおりまして、定例のライブ配信を始めたいと。伊藤明さんもこんにちは。伊藤明さんは女性ですかね、男性ですかね。伊藤明さんってね、サンチャゴでコンポステーラという街をちょっと上級者向けというかね、書こうかなと思ってます。どこが上級者向けか僕もちょっとよく分かってないんですけど、あんまり上級者向けってやってなかったような、どこがか分からないですけど、やりながらこんなテクニックあるんちゃいますかということで、ご提示できていけばなというふうに思いながら適当に始めております。ちょっといろいろ仕事やらなんやらが一日中立て込んでおります。ほとんど遊びですけど、立て込んでおりまして、えらい配信が遅くなりました。もしね、質問ある方いたら。とくんどうした？泣いとるな。パパがいいと言ってますね。よいしょ。よいしょ。上田さんも、赤坂さんも、おさえさんも、えのぐさんも、ハリネズミさん、初めてかな。ハリネズミさん、こんにちは。初めてじゃない？ごめんなさいね。ちょっと水彩のざっくりしたところと、細かい描写をうまく絡め合わせた絵が描けんかななんてふと思いながら、適当に今始めております。ざっくりした表情と、せやない表情と、うまく絡め合わせれたらなという理想を持ちながら、それがなかなかうまくいかないのが、そんなもんでございます。まあね、本当にこれね、配信は、一発勝負の本番でございますからね、失敗することも多少ありますが、久保さんも NTL アリアさん、こんにちは、ライブ感謝します、失礼しますと。ニコさんもこんにちは。なんかもう本当ちょっと顔とあれが一致しだしてるぞ。一致しだしてるぞ。まあなんかすぐ忘れますけどね、おじさんの悪い癖ですけどね、なかなかね、そんなね、難しいですよね、おじさんになるとね。もう本当にもう。おとついぐらいまでね、何日か前までは行っていたので、サンチャゴでコンポステーラという、スペインの巡礼の街のですね、最終地点的なところらしくて、ただ行った日は雨でしたんで、雨は雨で、またこれはこれで洒落とるかなという感じですけども、少し難しいですね。透視図法というのもね、難しいですね、これね。形取るのも一苦労。難しかったらもう本当にあれでもいいかもしれませんけどね。いつも言ってますけど、転写でもいいかもしれませんけど、こういうのから撮る練習をしていかないと、屋外で描こうと思ったらなかなかですね、写真から描くのは。チェアさん。何さんかなこれ、はねちゃんかなはねちゃんさん。2度目ましてですと。こんにちは。一応定例でなんとなく土曜日の午前にやってますんで、なんか質問がある人はそういう時にまとめて、ですね、くれると嬉しいかなと思いました。今日も先ほどなんか見てたらコメント欄で質問あったんです。ここで答えときますが、何やったかなクロキーかなんかの動画上げてて、神はこれ、何しやったかな保存とかは大丈夫なんですかって言われましたけど、扱いがそんな悪なかったら問題ないんちゃうかなというふうに思いますけどね。僕自身もそんな何しやったっけな何しやったかな夕食の神に、書いたやつがあって、
紙と画材の関係なので、それパステルかなんかコンテかなんか使ってるやつやったと思うんですけど、不記差とかしっかり止めとけば特に問題ないんちゃうかなというふうに思います。僕も100年も200年もねそんな書いてないし、マーメイドしたかな、えらいな形が上詰まりになったな。皆様と違って下詰まり病じゃなく上詰まり病になってしまいました。ちょっとずつ下げていくか。消しゴムというのが僕ないんですよね。いつも消しゴムをなくすからね、そこが一番問題ですよね。消しゴムがね、練り消しなくしおじさんなんでね。よいしょよいしょ。絵描き猫さんもくまこさんもこんにちは。外国の風景風情ありますね、ということですね。もう練り消しがちょっと今見当たらないので、ちょっとなんか書き込むとことせやないとこのざっくりした雰囲気みたいなの出せたらいいなと思うんですけど、できんかったらすみません、というようなことをなんとなく頭のイメージは持つんですが、全てにねうまくいくということはあまりございませんので、よいしょ。今週来週、特に今週めちゃくちゃ忙しかったですね。なんかね忙しかったですねって終わった気で言いますが、そうやなくてこれから忙しいんですが、めちゃくちゃ忙しくなると困ったもんやなと思いますけどね。名古屋用の作品もねちょっと頑張らんといかんのやけど、スマイリーひろみさんもこんにちは。作品見ましたよ。絵描き猫さんもね、絵描き猫さんもメンバー限定でね、なんかね皆さん頑張ってますね。私も出そうかな。今日嫁はんの友達が遊び来とるんで、ちょこちょこ声が入るかもしれませんが、ご容赦ください。もうなんか遊びに来て、お兄ちゃんも弟ももう慣れてますもんね。慣れたもんですよね。よいしょ。垂直水平に見たときにどこの辺に来るかな、これがこういったらとか、そういうのを見ていってます。こういうのがこう来て、この斜めの線がこう来たら上のここに来るから、そしたら上詰まり病になってしまったんですね。これが自体がもうちょっと下やったなっていう。よいしょ。ね、ここの石畳のところに、落ちている光とうるさいあれの関係とかが面白いですね。よいしょ。ドタバタとね、もう申し訳ないです。いやなんかね、お友達とか遊びに来てくれるのめっちゃ助かりますよね。ほんとね、パパの方に興味がちょっとでもそれますのでね。くるくるほいさんこんにちは。皆さんこんにちはね。もしなんか質問とかあったらしてください。もうね皆さん何をされているか。佐賀はですねこの時期が一番実は人が来るという唐津では唐津くんちというのをやっておりまして、なぜか私が宣伝をしておりますけど、あれではバルーンフェスタというのがやってて、気球ですね。気球がもう山ほど来てるという、めっちゃ走っとるな。気球が来ておりましてね、一番4日間か5日間で100万人ぐらい来るんで、佐賀県民の人口を優に超える人が来るんで、飛行機がなかなか取れないということで大変でした。いやでも長野楽しかったですね。またね本当にね、ある程度次行きましょうかみたいな話にちょっとなったんでですね、宿もねなんかね、皆さん質問あったりしてくださいね。ライブオンタイムで見れて嬉しいです。松下さんですね。なんかね次回のまた皆さんね来れそうならぜひぜひ。あんな感じですよ。なぜ女性はすぐに仲良くなれるのか。
男性もまあ多少は慣れるでしょうけど、女性ほどではないですよね。だいぶ形がようやくこの辺は合ってきたぞと。まあ、この辺の窓とかはまあ少しこうある程度ざっくりいった方がいいかなと思いながら、やっててます。下田最悪や。お腹が空いてきたお腹が空いてきた。ぐーっとなるかもしれません。お許しください。よいしょ。お腹がぐーっとなったらお許しください。お腹がすでに空いてきた。お菓子でも持ってくればよかったなと今後悔してます。よいしょ。ちょっと鉛筆で下書きからちょっとお見せしていってますけど、半分ぐらいがね、地面ということでね、なかなかこう大胆な構図ですね。ここにこう光がチャ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 と入ってるとかもうまく描けたらいいですが、うまく描けないでしょうねという感じですねどんな感じでやりましょうかね。本当にね、ここなんかね。よいしょ。気球が飛ぶんですけど、まあ、僕も何度か見に行ったことありますけどね、やっぱ面白いですよ。来られるという方ね、よくこう私の作品がどっかにあるのかとか言われますけど、ないですのでね注意してくださいね。よいしょよいしょ。ここがここでここね。ほい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 。ここがここでここね。ここね。また泣いたまた泣いた。これ弟の方ですね。よいしょ。ちょっとすみません、下書きから今日は見せていってます。ちょっと下書きからお友達が今日は夕方ぐらい、夕方っていうか食事まで一緒にいてくれるということなので、ラッキーと思ってですね松浦さん、先ほどちょっと言うときました。先ほどコメントくださった方ですよね。クロッキーがどうちゃらこうちゃらに対して後で巻き戻したら、コメントくださった件に関しては口頭でお答えしておきました。まあ、正直僕もよくわからないですっていうことですけどね。よいしょ。この辺かなと。まあここまでが時間かかるのよねって皆さんどうせ言ってるでしょね。もう皆さんが喋ってること大体聞こえますけどね。比較なんでね、こう横と比較して縦と比較してという感じで、もちろん多少は狂いますけどね。もうすごくこう完璧に書きたかったらもうせやったら停車してもいいんちゃいますかって話なんですけど。M さん楽しかったですと。あさっては3人で伺います。あの方とあの方とあの方かな。あんまりなんかまだちょっと僕もね、メンバー限定だけでしか言うてないですけど、まだあんま告知したらあかんっぽかったんで、すみません。もういいわと思ってね。なんかその辺がもうようわからんのでね、僕はね、あんまりこう、全然来てもらっていいんですけどね。とにかく喋れないと思いますよ。ちょっと集中してやるので、それだけちょっとお許しください。とにかくこう集中せんといかんので。6時に告知していいって言われて、それ6時と思っていや分からんわと思って、あんまね細かいこと打ち合わせできてんのかできてんのか分からないような状態ですけどね。まあいいんですね。まあね、楽しくなんでもねやりましょう。よいしょ。もうなんか受験の時ぐらいこうなんか脳みそで考えてますもんね。どうやっていけばどうなるかなというシミュレーションを脳みそでずーっとしている状態ですね。よいしょ。スパイダーアンパンマン、そんなんいるのか。横とね。ス
パイダーアンパンマンなんか言います？お兄さんがなんかスパイダーアンパンマンとか言ってますけどね。という感じで、下書きをしてまいりました。ちょっとね、書きすぎるとどこがどこかわからないようになりそうなんですけども、まあちょっとわからなくなりつつありますけど、という感じで書いてきました。こういうのとかなんかこうちょんちょんとここに光ってるところがあるんですけども、もう絵の具とか置いといたらなんか効果出ますかね。なんかやってみましょうか。やったことないですけどね。わかりませんが、少しね、ちゃんと、なんか効果が出るかもしれないし、出なかったらドンマイということで、この辺が適当ですね。まあちょっとね、ちゃんと、まあこの辺もね、なんかちょんと置いといたら効果が出るかもしれないし、出ないかもしれません。ちょっとかすらすように今置いときました。よいしょ。まあね、なんかやったことないことやるときはね、緊張というか脳みそのシミュレーションが多分ね、相当するというかね。よし、いきますね。水彩絵の具です。透明水彩ですね。これを忘れてったやつです。まんまこれを忘れてきました。ここに置いてあったんです。はい。まんま忘れてきました。ここに置いたままでした。じゃあ。びっくりしましたよ。綺麗なパレット持ってきたなと自分で思いましたもんね。おお、ハルモネアやんと思って。これ多分ウルトラマリンかコバルトやな。これどっちがウルトラマリンでどっちがコバルトなんですけどね。なんかちょっと似てますよね。で、茶系、バーンとシェンナカ、ローアンバーかなんかよくわかりませんが、そんな色を置きました。ね。よいしょ。おお、慎重やね。おお、こんなに濃くいくかって感じね。僕も自分でやりながら、おお、濃くいったなと思いましたよ。よいしょ。水をだけを今ね、垂らしまして。よいしょ。よいしょ。ちょんと水だけを垂らしてね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと茶色を少し多めに今しました。よいしょ。よいしょ。すいません、ちょっと無口になってますが、おじさんが無口になることだってあるんですよ。まあ茶色とブルー、ウルトラマリンみたいなとかも多少こう分離色っぽい感じはありますよね。よいしょ。よいしょ。ね、ここだけはもうめちゃくちゃ慎重にいきますので、ここだけはめちゃくちゃ慎重にいきました。まあ、水をある程度しっかりとですね、あれしながら。で、大きい筆、もうこのぐらい大きい筆、おじさんの手と比べてもかなり大きいかなと思いますけどもね。よいしょ。前田さんもこんにちは。朝6時となると、事前に人を集めちゃいけないとか制限があるかもしれないですね。まあ、それはないっぽいですけどね。なんかようわからないですけどね。場所もなんかね、僕もよく分かってないですけどね、あんまりこう、やっぱね、とりあえず明日行って、その辺をちょっと聞かんといかんなという感じなんですけどね。
ピューピュー。ちゅうか人集まらないですけどね、そんなね。もう全部、全面に、思い切っていきました。ここはただ光ってるだけですんでね。で、ちょっとこう縦にしてみましょうね。皆さんね、こうやって縦にする。今もうほぼ水ですけどね。なんか下に置くもんないかな。下に置くものなんかないかな。下に置くものないかな。スポンジかなんか置いときましょうね。ちょっとこう坂道を作ってますね。坂道を作ってます。筆どこ行った？あった。ね、坂道を作りました。ちょん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 。この辺垂れてきてるね。面白いですね。ちゃんちゃんちゃん。滑り台を滑るかのごとく。ちょん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 。ね。ちょん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 。ちょっと茶系のね、滑り台を滑るかのごとく。シャー。楽しいですね。よいしょ。まあこんなんなかなかこう、ね、テクニックかもしれませんよね。テクニック。ちょん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 。まあここに溜まってる暗い色みたいなのは後で、また暗くすると思うんですけども、バーンとシェンナとあれだけで、ごめんなさい、またティッシュが準備不足ですみませんね。よいしょよいしょ。これ正しいですね。小松さん、しのぶさんこんにちはね。お元気。その後大丈夫ですか？皆さん疲れがどっと出てませんか？皆さんね、ヤングピーポーなんでね。皆さん出てませんか？大丈夫ですか？おじさんはまあね、もう疲れてますよ。疲れてますよ。カマキリ取りに行くぞとか言うてね、もう本当にもう旅の道中でですね、カマキリがおったんですけどね、カマキリ先生これ恐竜ちゃんに動画を写真送ったらとか言われたんですけど、いややめた方がいいと思いますよって言うたんやけどね、ぜひぜひなんて言われたから、まあ本当にこう後悔しますよって言って、動画送ったら案の定お兄ちゃんから持って帰れって言われてですね、って言ってって言って、これただ光ってるだけです。って言ってね、無理とか言うたんですけど、いや持って帰れとか言って、もうそのやりとりです。ちなみにちょっと斜めにしてたりするとやっぱ乾きは遅いですよ。やっぱね、平らな状態の方が乾きは早いので、乾きを遅くしたいということもちょっとあるんですけども、こんな感じで、思い切ってね、大胆にね、いろんな色差し込みながらちょっとプルシャンブルーみたいな色とか入れてみたりとか、ビューよいしょよいしょで少し垂らしてみたりとかですね。なんかこううまいこと溶けるかな思ったら意外と溶けへんかったですね。そんなこともありますわね。よいしょ。まあもう雨の降った時の、イタリアの風景ですけどね。よいしょ。まあ水彩絵の具のですね、こう偶然的なものをちょっと春崎先生風ですけどね。すみません、春崎先生。ぜひぜひ、本当に本格的なの見たかったら、春崎寛太先生の動画とかご覧ください。死ぬほどうまいので、僕は本当にもう、世界でも類を見ないぐらい水彩がうまいんじゃないかと思っている人です。春崎寛太先生のですね。すみません、勝手に。僕なんかよりね、登録者も YouTube 多いから、なんか調子乗って宣伝みたいなしてしまいましたけど、申し訳ございません。いやー、水とか猫使ってフィアーとか、水のなんかマジシャンのような感じですよね。奥様も上手なんですよね。よいしょ。いやー、ずっと斜めにしてある状態です。今もね。下溜まってきますけどね。でちょっとずつ絵の具が少し落ち着いてきてる感じはしますけどね。それでもまだまだ乾きが遅いです。土台を作っていってます。今日バーンとシェンナとコバルトブルーぐらいの色と
たまにこの辺プルシャンブルーみたいな色です。これ多分プルシャンやと思います。その辺を入れながらですね、ちょっと強くなりすぎたな思ったらこういうの拭き取ったら後で後悔するかな。よいしょ。まあ、ムラっぽくなること多いですよね、こういうことするとね。まあまだまだ水彩画が不慣れな部分が多くございますが、まあ、皆さんもね、なんかね、ちょっとずつね、いろいろ覚えていかれたらいいんじゃないでしょうか。少し暗い色とかを差し込みながら、もし質またしてください、ゆきちゃん。そう、フランスからの純烈のとこですね、さすが NTL アリアさんですね。ね、まあ、あんな上手には描けませんがね、もうね、よいしょ、ね、こんな感じで、ちょっと下地としてこう作っていってますけども、シューッとこうね、この辺が僕垂れるかな思ったら全然垂れませんでしたね。まあそんなもんですよね。自分の思い通りいかないっていうところも面白かったりします。ピュー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 ね。よいしょ。かなり大胆にいってます。よいしょ。下地がねこんな感じで、まあ色数相当絞ってますけどね、もちろんかっこいいですと、ありがとうございます。もう中坂さんに言われるとね、もうなんか嬉しくて飛び跳ねちゃいそうですよ。本当に大丈夫ですか、車の方はね。大丈夫じゃなかったという報告を受けましたけどね、本当気をつけてくださいね皆さんね。日頃と違うことをするとね、どっとこうなんか疲れが出たり、どっとこう人間ってミス起こりやすいですからね。よいしょ。少しこうドライヤーで、乾かしていきましょうか。上の方からドローっとね、少しこの辺にかけていってます。ここにありますドライヤーがね。まあ、こういう下地を今作ってますで、大きなこう大胆なこう仕事とせやない仕事みたいなのをうまくこう織り交ぜていけたらなというのが今回ちょっとテーマとしてあって、まあ、どうなるか正直私もよく分かってません。分かってません。で、まあ、ある程度頭の中でこうイメージはしてます、もちろんね。こんな感じになればおもろいかもなっていう感じでですね。まあ、ここの時にこうちょこちょこ書いていったら、なんかこう暗い中で、微妙なバーっとこう滲んでいくような表情みたいなのもね、みちみさん後ほどアーカイブで見ますということで、ごゆっくり無理せずにね。いや、もう朝からもうね、虫取り行ってる間に嫁はんが部屋の掃除とかするわけですよね。客人が来るとそうねしますよね。大体ね、帰ってきても2秒でもう、いつものように、汚い部屋になりますよね。笑っちゃうね。感想がかぶった。渡辺さん、垂れ方かっこいいですね。まあ、このぐらいでね、ちょっとある程度こう乾かしたいところですね。まあ、上の方からヒューッとこちらの方に流れてくれればという思いと、こういうエッジがなかなかこう綺麗に出てくれたらなって思ったりとかしますが、なかなかそうもうまくいかないのがこうですね。そうです、伊藤さん、雨上がりの風景です。先考えて完成をイメージしてますね。もちろんイメージしてます。まあなかなか思い通りに、いかないことも多いですが、だいたいイメージはしていますよ、もちろんね。ねえ、もし質問があったらですね、
来てください。かきねこさんかっこいいです。僕がかっこいい。もうクソじじいがね、ほんとね、絵がね適当なこと言うてます。いつもね適当なこと言うてます。ここの辺がねちょっと戻ってきて乾くからこうなっちゃうでしょうけども、なかなか待ってられないので、少しも進めていこうと思います。でもう少しね、僕はね今回ちょっとねなんかジョニーさんじゃない、ジョニーさんはインドネシアやったな。あの方、イギリスの方なんやったかな。イギリスの方が送ってきた水彩めっちゃかっこよかったんですよ。すみません、多分、鬼好評の多分後半の方に出てくると思うんですけど、ちょっと今から褒めときますけど、すげえかっこよかったんですよ。でちょっとそれ見た時にうわっと思って、なんかこうね、こんなん描いてみたいなと僕が思いました。ということでなんかそんなイメージでやってるんですけども、うまくいかないかなと思いながらも、なんかすんごいかっこよかったですよ。ウルトラマリンとまたですね、本当にね、佐賀県が一番盛り上がる日ですね。こう壁のなんかこう暗いこう色とかをね、なんかね何度も描いて、なんか、どっちかというと水彩画ってね、あんまりこうやらずにこうピタッと止めるイメージなんですね。僕もそう思ってたんですけど、結構なんか濃厚な感じがして、今回は僕もちょっとそれを目指そうと思ってます。何さん言うたかな何さん言うたかな、すみません。今回もね、なかなか今日もね、初めての方も何人も鬼好評いましたからね、皆さんよかったらですね、鬼好評会からちょっとと思ったら勝手に公募展というのもやっておりますので、よかったらそういったものもぜひぜひちょっとかすらせて描くような感じで、濃厚水彩絵の白馬の方はですね、透明水彩を忘れたので春モネヤを持って行ってたんですけど、それはそれでこう松本城とかで描いたんですけどね、松本城のとこでちょっと絵描いてたんで、もしかして松本城とかで絵描いてたのとか言うかもしれませんけど、松本城でも実は絵描いてました。それは配信はしてないので、録画をしてありますので、また後日可能ならば動画にしようかなと思ってます。見ての通りね、多忙おじさんなので、ですね、楽しみです。カマキリねゲットできたんですよね。昨日やったっけ、昨日行ったんだっけ、昨日かな、昨日できたね。昨日できました。ただね、茶色い髪あれじゃない言うてギャーギャー言うとりました。茶色いやつがええんやーっつって言うてましたけど、茶色いのはもう長野のそば食うてるからなるんやって言うたんですけどね、そば食わんとあんなならへんねやって言ってですね、茶色いカマキリじゃないと納豆ができないとギャーギャー言うてましたけど、ちょっと落ち着きましたね。一時そればっかり言うてましたけど、はい、ふざけんなーっつって一応緑のは取ったんですけどね、昨日もね3匹おるんですよ3匹もおるんですよ。よいしょ。少し細かい描写をしていっておりますね。こういうところはちょっと斜めのアングルからお見せしていこうと思います。ちょっと白とかを混ぜたような感じのものとかも使ってみたりとかしてですね、ちょっとこう錆びれたような感じというかですね、よいしょ。こういうとこもうなんかね、描きすぎずにうまくできたら本当はいいんですけどね、僕はいつも描きすぎてしまうところありますけど、少しこう描きすぎずに、うまくこうサクッとこう割れたらいいなと思うんですけどね。お化けさんこんにちは。お化けが来たぞ。おいチビたち寝るぞ。お化け来たぞ。すみません、お化けさんに悪気があるわけじゃないですよ。はい。子供ってね、一時はお化け来たぞ言うたらちゃんとうわー言うてこう寝てくれたんですけど、今もう全然無理ですね。どこにおるのみたいな感じで、くっそおとんの頑張りがもう全然無理やんけっていう感じですよね。
全然拭き取れませんでしたねちょっと言ってね、全然拭き取れませんでした。ちょっとぴゃん、拭き取れませんでしたまあこんなこともありますね。よいしょ。まあもう土台である程度ね、こうある程度できてきてるというかね、そういう雰囲気も多少あるんじゃないでしょうか。でちょっとこうざっくり書くところとせやないところみたいな感じで、まあもちろんこの主になるこの教会ですかね、のところみたいなのはちょっとこう慎重に書きつつも、少しこうざっくり書くところはざっくり書いていこうかなと思ってます。もし質問あったらしてくださいね。遠慮なくしてください。楽しみです。よいしょ。よいしょなんか泣いとるな、ギャー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 言うとんね。よいしょ。ほんと喧嘩しますよね。ほんまにもうなんかずーっと喧嘩してますよね。何なんですかねあれね、ほんとね。でもなんか突然仲良くなったりするんですよね。そういうやっぱりこう男としての何かがあるんですかね。動物学的な。俺もこんな、まあ喧嘩めちゃくちゃしてたけど、こない喧嘩するかいなみたいな雰囲気ありますもんね。めちゃくちゃこう喧嘩しますよね。皆さんどうですか。もうね、女性はもう本当にこう子育てをされたという方もいてね、なんか強いんやって言われました。はあってねモノクローム素敵ですとね、もうある程度色をギュッと絞ってますよね。まあだから使う色みたいなのはかなりこう限定して、進めていってます。この日本線ね。まあ、今日は透明水彩で、書いていっております。まあ、正直こうどこ書いてるかわからないようになってますよ。はい。よくそれも聞かれます。書いてる時どこかわからなくなるんですけどとか、私もよくなってますよ。あれどこ書いてたかなと。はい。本当正確に書きたかったらやっぱ下地の段階というか形取る段階でもうしっかりとしてあげたらいいんですけどね。だいぶ違うな。よいしょ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 。もし何か質問あったら遠慮なくしてください。ちょこちょこ今日はねアップの方でもお見せしていきますね。なるべくね筆先のねあれとかを見たいという人も、1人か2人はいると思いますのでよいしょ。よいしょ。まあね、下地がなかなか面白くこうできたんじゃないかなと思いますけど、皆さん参考になるんじゃないですか。どないでっか。ね、参考になりますとかね。よいしょ。形を取りながらもちょっとこうその部分で少しこう遊びみたいなのゆとりがあればですねこう入れていってみたりとかしながら、ですね絵の具の遊びみたいなのもちょっと入れてみるとかっていうこともされていってもいいと思いますしね。こうただこう形を取るというだけじゃなくてこう絵の具のですねあとは垂直水平、斜め、とかね、そういったところも難しいかもしれませんね。
ヤーさん、姉妹でも喧嘩してました。いや、声のボリュームが多分ちゃうと思うんですよね。女の子同士なんかね。もう、声のボリュームが、ほんとこれぞ恐竜ですよ。ぐぎゃー、ブジャー、ドバーですかね。もう、ビジャー、グジャー、ブジャーですかね。もう大丈夫かっていう感じですけどね。まあね。写真がかっこよすぎるんやとかね言われるかもしれませんね。こんなもん描けるかとかねまあ本当に土台の大事さですごくわかる、作品になっていってんじゃないですか。まあ本当にちょこっと赤とかを入れたかったらほんの少しですよ。もうそんなにこう仰々しく入れるんじゃなくて、ほんの少しですね、赤とかをちょっとだけこう入れてやろうかなと思ったらもう少しちょん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 とペッ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 、まあこのぐらいでここの辺にある旗がちょっと赤かな思ったらちょん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 とちょんとね、こんな塩梅かなとかですね、ここの辺に花があるなとか思ったら花があるな思ったらこの辺のこうね、ちょん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 もうこの程度で、ですね、この辺にもちょんちょんとあるぞとかぐらいのね感じで、どうなんですか。よいしょ。でイエローオーカっぽいのを少しこう使いながら、少しこうざっくり描くところはざっくり描きながら、ですね、ちょっとラフに描くところはラフに描いたりとかしていってます。質問があったら遠慮なくしてください。この時に質問をいただけるのがおじちゃんめっちゃ楽です。ね、打つよりね喋る方が楽ですもんね、そらね。もう殿様バッタってでかいっすよ。皆さんに見せたいわ。でも虫嫌いな人結構いますもんね。見たくもないわって言ってね。ひろみ、宮原さんかな、こんばんは。もうね皆さんこういろいろ忙しい時間に入ってきたんであれですよね。ごめんなさいね、今日はもう本当にもう、遅なりましたがこんな時間に配信をしております。いろいろですね、ごちゃごちゃおじちゃんも仕事があるんです。こう見えても仕事があるんです。無色透明人間、夢の憧れの無色透明人間になったつもりが意外と仕事があるというね。そんなもんですけどね、本当にね。なんかね、よいしょよいしょ。まあこういうところのブルーとかも、どう描くかって難しいですよね。そんなにこう仰々しくやりたかないですよね。ほんの少しでええかなっていう。よいしょ。構図土台ね。構図かっこいいでしょ。構図かっこいいでしょ。よいしょ。もう暗なってった。佐賀も暗なってきましたよ。5時13分。配信何時31分から始めたっけ。案外今日はあれですね、42分。時間が結構経っているか。よいしょ。6時には終わりますのですみません。もうね、はい、ちびっこ風呂入れたりせなあかんのでですね、6時には終わろうと思います。6時ちょうどぐらいには目指して終わろうと思ってるんですよ。すごいよね。もうタイムスケジューラーよね。はい、そうです。おじさんはそうです。皆さん連休はいかがお過ごしですか？しかし暑いですね。どうでもいいけどめちゃくちゃ暑ないですか？皆さんどうですか？もうアホみたいに暑いですよ。今日なんか長袖のシャツ1枚で行ったんですけど、お兄ちゃんたちと、公園っていうか、まあ、近くのね、公園みたいなところに行ったんですけども、公園って書いてあるから公園か。もうめちゃくちゃ暑い。びっくりしました。半袖で行けばよかったとすごい後悔してですね、今半袖です。ねえ、なんか異常気象ですよね、もう本当ね。っていうのをね、何回も世の中では言われていると思いますね。なんか自分が言うと今恥ずかしになりました。で手前のとこなんかこの辺なんかどないかこうかなと思ったらもう本当にもうなんか濃厚な黒っていうか茶色と青でブルーとかで作った濃厚なべったりしたパレットにも絵の具出してたんですよ。
でこれを持っていくぞと思ったらね、当日の朝忘れるという書道のごとくザッ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 ガツ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 聞こえてます？なんかわけわかんないお兄さんの声ね、うっさいでしょ。ガサッと、少しこうドライブラシ的にこうかすらすようにこう書いてみるようなこうね、ところがわざとこう作ってあげても面白いと思いますしね、かっこよくね、こういうとこね、よいしょ、こういうとこなんかもね、こうかすらせて書くようにね、シュッシュッそう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 、手前のとこなんかわざとこうね、ザザザザザザザ、うわ、すみません私が謝ることじゃないですけどね、チビがね、はい、多分何かカンカンをガシャッとやりました。よいしょ。こういうとこもね、ザクザクっとね、少しこう書いてみても面白いかなと。緩急ですね。なんかね、絵の中でこういったこう、すべてにおいて、正確にこうっていう風に思いすぎずに、ちょっとこう遊んでみるという、回があっても皆さんいいんじゃないかなと思ってよく見てます。ちょっと白とか混ぜてですね、ガッシュという状態とかにしてみて、少しですね、こういうとこをかすらせて描いてあげるような表情が少しあっても面白いかなと。ガッシュですね。白です。これ普通のこうチャイニーズホワイトって呼ばれるやつ。また出たな。よいしょ。写真を見てるとどうしても同じ色ぐらいにしてしまいます。そうすると失敗。先生の色の濃さはいつぐらいに決めるんですか？難しい質問やな。色の濃さはいつぐらいに決める？難しい質問やな。色の濃さをいつぐらいに決める？難しい質問やな。やっぱり僕は1層2層なんか重ねていくということは、透明水彩の場合ね、ある程度こう考えているので、もう本当にここは2層ぐらいで終わらそうかな、3層ぐらいで終わらそうかなっていう、もうそうですね、層を少しこう考えているというところが正解で、なんかこう難しいな、答えが、いや、質問せとか言っといてね、ごめんなさいね。いつ決まるとかっていうね、答えに対して、いつというふうにこう答えればいいのかな、どう言うたらいいのかな。私より私のことを知ってる皆さん、なんかいい言葉ないですか？ごめんなさいね、せっかく質問してくれたのにね答えがなかなかこう見つからないというかね、ザザザザと重なっていって、だいぶこう僕の中ではこの辺は近くなってきたかなと。2層目とかでですね、それでも決まらなかったら3層目とかですね、で1層でもう終わるところはもう1層で終わらせてもええと思いますし、なんかこう難しい質問やな難しい質問やな。油絵の場合は本当に何層も何層も重ねてってですね、あれにしていきますけどね。ごめんなさい、松浦さん、本当ごめんなさい。なんかどう言うたらいいんかなごめんなさいね。本当にね、難しい質問やな。なんか初心者の人の方が意外と僕からすると的を得たぐさっとくる質問されることがあるんですよね。なんかこう本当に純粋やったりするから、なんか人間がこう僕なんかもう慣れてるっていうか、もうやっぱね、長いこと書いてきてるから、経験値でこうできるようになってきていて、それが慣れというのかわからないですけど、ある程度こうできるようになってくるじゃないですか。皆さんもなんとなく例えば混色も、これとこれ混ぜたらこんな色になってくるなとかっていうことあったりすると思うんですけど、でもそれを今度言葉にせえとか言われたらまた難しいんですよ。なんていうね。だから初心者の人の方が意外とこう的を得た、質問しはる。わかんないですよ。松浦さんめっちゃ大ベテランかもしれませんもんね。すみませんね。ごめんなさい。多分ね、すごいそれたまに思うんですよ。ドキッとしました。全然答えれんかった。
まあ本当になんかこう重なりをこう考えてはいるということはまず第一ですね。重なりを。いやーごめんなさい。なんかこの辺とかもうちょっとこうなんかうまくいけばいいですね。ちょっと頑張ってやってみましょう、こなしてね。うまくいくかわからんけど、また濡らしてみました。いい質問ですねってね、池上彰さんのね。池上彰さんも YouTube チャンネルやってるんですよね。びっくりした。100万人ぐらい絶対いるやろうと思ったら、そこまででもなかったから、あ、そういうもんなんや。やっぱテレビと YouTube で違うんやと思いましたね。なんかね、20万人ぐらいかな、わからんけど。それでももちろん多いんですけど、もうなんか池上彰さんレベルになるともうなんかね、楽勝で100万人ぐらいいってるかと思ったら、わかんないですよ。ちょっと今数字適当に言いましたけど、そんなで多くなかった気がするんですよね。いえいえ、初心者、あ、そうですか。と。くるくるほいさん、昨日京都の大学火山天文台の見学に行きました。天文台かっこいい建物ですが、私には無理です。京大のなんか、僕子供の頃自分が住んでいたところが高槻市というところで、そこに京都大学の農学部が多分あったと思うんですよ。もう今もあるかわからないですけど、でその農学部の建物がめちゃくちゃかっこよくて、でなんかね、僕子供の頃に何度か話してますけど、僕がグリコ森永藩を探しに行った小学1年生か2年生か3年生やったんですけど、チャリンコで自分の自宅の周りで、グリコ森永藩がおるんちゃうけみたいな感じで、近くでなんかそういうあれがあったんですね。で探しに行った少年やったんですよ。この話何度かしてますんで、どっかね YouTube 探してください。でその時か前後でその京都大学のその農学部の建物を見てめっちゃ感動したのを覚えてます。でそれが意外とこうなんか自分の原風景になってるというか、うるさいね原風景になってるというか、記憶のちゃんとこう断片にあって、こういうとこ全部書くのめっちゃ大変でしょ。でこういうところなんかね、こう絞り込んで書くというわけじゃないけど、うっさいな。例えばちょっとこっちのこう主役に近いところの方から少し慎重に例えば書いていって、僕なんかやったらね、手前やからとかっていうことやなくて、こうすごいことになってきてますね。我が家のね、うっさいですね。ごめんなさいね。恐竜たちのいるところっていうね、怪獣たちやったっけね。こっちの方のちょっとこう窓は少しこうまずしっかり書いといて、うるさい。煽ってるな、あれは友達が。あれ友達が悪いな。で、少しこう、外側に近づくにつれて、ざっくりこう書いていくぐらいの気持ちでまずやっとくと。全部をこうね、ビチッと書こうと思うと、こうパースとかもね、こう考えんといかんから、パースとかもこうね、ペッ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 ってね。考えられんな。考えられん。うっさな。よいしょ。よいしょ。大学時代からの友達やで。少しこう手前の方を濃厚にしておいて、外に行くと少しラフに描くぐらいの気持ちでもええのかなと思ったりします。面白い人が来ると子供って喜びますよね。面白い人が、もう一緒に車で迎えに行ったんですけども、すぐわーっと走ってて、夜遊び来てくれてる子やから、走ってて弟なんかベターっとくっついてましたもんね。よいしょ。ね、ちょっとこう手前の方は少しラフに描いてあげたりとかですね、してあげたりとかですねしながらという感じでどうですかね。雰囲気出てきましたよね。僕雰囲気出てきましたってよう言うけど、どういうことなんですかね。自分でもなんか使って喋ってるけど、どういうことだよね。かっこよくなってきたというふうに
なぐらいの感じでええのかな。僕たまに雰囲気出てきましたよねって言うんですけど、自分でもなんか今ふと思って、あれこれどういう意味なんやろうなと、誰か解説して、小木曽用語集で解説してください。雰囲気出てきましたのですねっていうのはこういうことですよと、質問あったらしてください。手置きの緑、大小何パターンもあるんですか。手置きの緑って何？手置きの縁かな。縁どういうことかな。手置きの縁、これ別に1個しかないですよ。2個、油絵とか描くように大きいやつは結構何パターンかありますよ。このなんか作画とか動画の方にはほぼないっていうか、寝かせて描くやつはだいたいこのプラスチック、要は YouTube 用ですね。YouTube は、光をこれ透過しないから影が落ちないというかね。これはだからアクリル板棒ですよ。大きさ用語集、雰囲気出てきましたね。これなんやろな。この話何度かしたことあるかな、覚えてるかな。僕昔なんかカルチャーセンターでちょっとだけやってたことあるんですよ。2年やったかな。この間も個展来てくださったんですよ。もう皆さん85とか8とか言うてはりまして、25年ぐらい前、当時だから60歳ぐらいやったお姉さんたちが大お姉さんになられていてですね、大お姉さんになられていて、覚えてますかなんて言われて、もちろん覚えてますよなんて言うてですね、でその中に一人ですね、なんかね、寡黙な男性がいたんですよ。寡黙な男性で、でも他の人たちはなんかこうみんなでこうね、わちゃわちゃしてたりするんですけど、その方だけいつも端の方でこうなんか独特な絵描いてたんですよ。独特な。で僕もまだ若かったからなんか今やったらなんか指導できそうな気するんですけど、独特、まだ20僕3とかやったと思いますよ。独特な絵描いてはって、なんちゅったか中島さんちゅったかな、中島さんっていう方で、中島やったかな、名前出したらまあええか。でなんかで突然こう自分が自分で作った自作のこうCD みたいなのあるんでぜひ聴いてくださいとか、独特でしょその段階でめちゃくちゃ独特やな思いながら、あはーなんて言うて、でその方がこうなんかもう最後の方なんか千葉の方に引っ越される、江東区でやってたんですけど千葉の方に引っ越されるということで、そうですかなんて言って、最後にですねとか言ってちょっとおしゃべりしたかなんかご飯でも食べ行ったかあんま記憶してないですけど、その方がこれ小木曽五六集ですって言ってめちゃくちゃ綺麗にまとめたもんを渡してきてなんて言うてですね、で今度千葉に移り住んで、施設の美術館を作りたいんですとか言うはって、どういうことですかみたいな感じで話したら、もともとなんか外交官で結構こう海外いろんなとこ行ってはったっていう方やったんですよね。なんか皮膚と小木曽五六集ですって言ってまとめられたのめっちゃびっちり書いてあって、こんなこと俺言うたみたいな感じのことを、その後もなんかこう年賀状やらなんやらのやり取り結構してたんですけどね、結構若くしてなんか亡くなられたっていう奥様からお手紙来た記憶があるんですけど、ちょっとそのことを今ふと思い出しました。独特雰囲気できてきましたね。この絵で見せようと思っていたポイントが強調されてきて、ちょっと違うなガサガサちょっと違うな、僕がそんな雰囲気で言ってたつもりやなかったな。多分ね、どういうことやろうね、僕も自分でもようわからん。ええ感じになってきたねぐらいの感じなんでしょうけどね、なんかね、という感じでだいぶこうね進んできてますよね。面白かったですね。その方なんか本当自分で作ったこうね、当時はまだこう CD とかやからですね、2002年とかそのぐらいの話です。今の話っていうのは2000多分そのぐらいの時の話ですね。20年前か。そうね、当時60歳の方が85にもなるわな、そりゃそうやな。よいしょ。という感じで、1時間ぐらいか、1時間やって早いね。いつも早いね。ね、いつも早いわねってね。よいしょ。ちょっとクソ老眼なんで、ごめんなさいね。消しゴム。
消しゴムあれ消しゴムなくし病が始まったよ。もうどっか行ってしまった。終わってから消しますけどね。すみません、ここのところね。また泣いてるにとどちゃんどうしたんよ。よう泣いてるな。あ、しまった。ちょっとあれか。よいしょ。ねえ、そんなこと言いましたもんね。長いことなんかやってるとね、生きてるといろんなことありますからね、ほんとね。いい時も悪い時もいろいろありますよなんて、一緒に旅に行った人からいろいろ教わってですね、勉強になります。諸先輩方、人生の諸先輩方からですね、本当にもう本当に楽しい旅でしたね。また行きますよね。約束しましたもんね。基本的にはね、もうね、来年楽しみですと言われたらもうねよいしょ、よいしょ。お酒を飲まれない方ももちろんいます。半々ぐらいかな、今回もね。だからそんなにこうね、皆さんこう旅はね、ほんと自分のペースでやった方がいいですよ。もう皆さんに合わせないことね、疲れますからね。まあこれもなんか表情としては面白いですよね。そんなね。まああと30分もかからず終わろうかなとは思いますけども、質問がある方は遠慮なくしてください。赤坂さんお気になさらずに外しました多分ちょっと違うニュアンス、僕の中なんか違う気がするな。よいしょ。おっと、指に赤い絵の具がついている。勝手に解釈するのもなんかね、美術用語で難しくて、僕らの時って本当になんかね、調子って言葉がもう大ブームぐらいの感じで、先生方が調子って言っててね、調子って何やってめちゃくちゃ思ってたんですよ。調子ってなんかね、野球でこうバッティングの調子ええわとかそんな感じかいなと思ったらそうでもなくて、どういうことって。で、多分僕はその解釈としては、ね、白黒の場合は会長って言うんですけど、で、多分調子っていうのは、色の、あれが、こう、会長の幅がある程度広い絵を調子が美しいというふうに、こう、微妙なこう会長がね、多い絵を調子が美しいというふうに言うんやと思って、おそらくそうちゃうかなと。なんかそういう言葉のね、なんかこう、今やったらなんかすぐ質問しそうですけどね、当時なんか質問したらあかんのかな思って、よいしょ。そういう風に言うて褒めてるよずっと見ていたら、そんな感じやったんでですね。雰囲気出てきましたね。本物っぽく見えてきたかなと感じました。残念ちゃいます。僕はそんな感じでは言うてなかったですね。よいしょ。この辺なんかもっとね、濃いね、なんかね、もう外が暗なってきました。もう5時半で暗、もう一番、そうか、11月のこの時期って一番あれかな。日がもう横浜とかはもうあれかな、もう真っ暗かな、この時間な。よいしょ。よいしょ。ちょっとずれてんな。よいしょ、なんか質問出してください。どっち
全体で見るとね、だいぶこう、色も今日はなんか綺麗に出てるような気がするね。まあまあ悪ない感じで出てるかなという気がいたします。こんな感じで、おじさんだらだらと喋っていきますので、ちょっとね、メンバー限定だけで、告知したような記憶あるんですけど、兄に関しては多分あんまり喋れませんがね、遊びに来られてもですね、集中してますので、全集中ってやつですね、今一番流行ってるやつですよね。全集中してますので、なんかシミュレーション、脳みそのシミュレーションが、なんか受験の時以来ぐらい頭の中で考えてますもんね。いろんなこと。よいしょ。ちょっとぐらいね、この辺はもうずれてもこうね、雰囲気みたいなね感じが出てきたらね、面白いかななんて思ってやってます。もしなんか質問あったらしてください。一応来週土曜日わかりません。ちょっと予定をもう先の予定を最近見るのが億劫になってきております。雰囲気出てきたね。海外になってきたかと思ってました。近いかもしらんわ、きのこさん。っていうことは海外になってきたってどういうことなんですかね。ごめんなさいね。逆質問。私が言うてるくせに逆質問。どういうことなんですかね。私もよくわかりませんわ。ねえ、ごめんなさいね。ひどいですね。鬼悪魔って言われてるでしょうね。でも多分そうかもしれんね。海外になってきたねっていうところ、いや案外近いかもしれんな。なんか僕もそんな感じで言うてるかもしれんわ。よいしょ。よいしょ。ちょっとメガネを全然離れてみさせてください。終わるの間ですね。自画自賛最低や。ね。出遅れました。夏伊藤さん、こんにちは。ね。美が宿った。うわ、素敵。美が宿ったか。そう、素敵。美が宿った。もう自分でもなんかね、よくわかってませんけどね。夏伊藤さんもこんにちは。ごめんなさいね、今日も遅から始めまして、シンプルにただ忙しかったというだけございました。すみませんでした。いやー、本当に楽しいですよ。見てたらわかるでしょ。ねえ。この瞬間はちょっといろんなことごちゃごちゃ考えんでええというところありますもんね。で、多分、来週もなんかやるんですけど、多分楽しいんだと思います。でもシミュレーションしてる最中っていうのは、やっぱりできるかなという不安との戦いというかですね。ライブ配信も結構それありますよ。できっかなと。でもそのハラハラ感がね、なんか味わってこなかったハラハラ感っていうかね。もうありますもんね。ハラ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 。原さんやめましたね。ね。次はあれですね。やっぱ僕の予想当たりましたね。僕が言うてたんですよ。多分安倍晋ちゃんやろうなと。実績で言うとね、もう晋ちゃんの方がね、もう本当にいろんな意味で今の前監督の中で一番あるんちゃう？そんなことないかな。新庄よりもね、日本プロ野球の中の松井稼頭央のが上か。そのぐらい2000本安打ももちろん打ってるしね、ホームラン数も多分歴代何位ぐらい400何本打ってるしね、キャッチャーでね、すいません何の話やねんって野球の話をしました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。皆さんのご家庭のあれは何ですか？最上級のご飯って何があります？何ですか？すみません変な質問して。僕は一番好きなの焼肉なんですけど、鶏肉を焼くんですわ、我が家は。
牛ももちろん美味しいですよ。もう佐賀牛とか。でも若干おじさんなんで、おじさん若干ちゃうな、ガリクソおじさんなんで、若干もたれるんですよね。で、鶏肉をね、美味しいんですよ。桃せせり、ハツ、ハツ、レバー、あれが一番美味しいかな。せせりが美味しいかな。それが僕の中の一番のご褒美という、なんとも安い、人間なんでしょうか。なんかね、皆さん何ですか？鶏の首美味しいですよね。野菜菜が好きです。今日はカツ丼はふみさんとこもいいですね。カツ丼ですか。今日阪神勝ったら優勝ですね。おめでとう。よかったね。道頓堀ね、冷たいと思うよ。風邪ひかんにね。もう知らんよ。ね、皆さんもね、道頓堀にね。よいしょ。飛び込まんようにしてください。もう飽きませんよ。飛び込んだらあかんねんで。もう振りちゃうで。何年ぶり言うたっけ？ 85 年は日本一なってなかったっけ？どうやったっけ？ 80 何年とか3年とかなんか言うてたような気すんな。僕の小学校1年生とかの時やな。僕小学校2年生ぐらいからもう阪神ファンですからね、ずっと。ですね、ありがとうございました。本当にもうね、久しぶりの優勝ということで、なんかちょっとこの辺よう分からなってんな。どこ書いてたんやろうなっていう感じがありますけど、ぐちゃぐちゃぐちゃとしてますけど、80何年から僕はファンでございますよ。ほんの少しなんかアクセントでグリーンを入れたくなりますね。ちょっとグリーンがあってもええのかなと思って、ここの辺のグリーンはちょっと違う雰囲気のグリーンを入れてみたりとか、ですね。なんかこうブルー系かなんかを少しこう差し込んでみても面白いのかななんて思ったりとかしますので、ちょっとこうブルー系を窓のとこにちょんちょんちょんとこう差し込んでみても面白いかなと思ったりとか、ちょっとこう絵をですね、なんかグレードアップさせていくような感じで少しですね、アクセントとして、色が入ってくるのも面白いなんちゃうかなとかね。この辺にひょろひょろとこう文字書いてあるグリーンなんかグレーなのかわからんような文字みたいなのをちょん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 となんて書いてあるのこれ。マリスクエラリアってか、リストランテマリスメゾンアなんとかって書いてありますね。っていうのをシャ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 と書いてある雰囲気にしておきました。という感じで1時間10分ぐらいかな。ピザ食べたいです。いいですね。1時間11分。結構早いね。何これ？辛ゆゆって何？辛ゆゆってさつまいもの茎を炒めたものですが、細い茎の皮を剥くので無料だけどめちゃくちゃ面倒な食べ物です。そうなんだよ。来年も今頃 G みたいですね。今頃みたい。うちは焼肉食べ放題が一番ごちそうです。新車のナンバーもいい肉なぐらい。そうなんや。新車のナンバー、新車にしたんですか？まだ届いてないですか？もう届いたんですか？そんなすぐ届く？もうあれかな？もうじゃああれしたのかな？いい肉。チビがもうちょっと大きくなったらあれでしょうね。あれが牛がって言うでしょうけどね。もう焼肉といえば鶏しかないでって、ちょっと早いうちから洗脳ちゃうな。言い聞かせとかんとあかんですよね。洗脳じゃありませんよ。わざと間違えて言ってますからね、このね。ピッ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 という感じで。いや、楽しかった。3着でコンポステーラということでございました。1時間ちょっとで、こんな家計にゃおじさんという感じでございますか。楽しかった。もうちょっと消しゴムでね、消さんといかんのですけど、ちょっと今また消しゴムがまた盗難してしまいました。消しゴムが僕の元からピュッと逃げていくんですよ。本当にすぐなくなるんですよ。ちょっとバカでかいの1個買おうかな。買ってもなくなるもんね。練り消し。あれ本当に練り消し多分ね、足生えてるんですよ。でビシャー逃げていきよるんですよ。本当にね。という感じで楽しゅうございました。なんかこうにじんだのそこそこかっこいいですね。それっぽくなりましたね。もうすぐプレイゲーム、プレイボールね。6本足の G かと。ね、本当にね、もうあいつだけはもうすぐどっか行きよりますもんね。シャカシャカシャカ言うてね、どこ行ったいう感じですけどね。という感じですね。
せっかく関東行くのにね、お酒とか飲めへんっていう、こう地獄ねえ、せっかく行くのにね、お酒飲め、明日の朝やん、そう忘れた。明日の朝飛行機取れへんかった。もうほんまびっくりした。そうなんですよ、バルーンフェスタっていうのでね、もう全然取れへんで。明日朝やんけ。くそ、何も準備してません。ちょっと白を入れたような感じで、少しこう書いたりしてますね。え、ほんとね。よいしょ。この辺とかね、ざくーっとこう書いてますけど、それっぽい雰囲気になったんですかね。楽しかった。皆さん、良い、日曜日、月曜日、お過ごしください。私は若干緊張感となんかの週末を迎えようとしております。よいしょ。さあ、ちびふれを入れよう。ありがとうございました。確かにね、理消し逃亡説ね。ありがとうございました、皆さんね。なんかね、なんかコミュニティ欄のあそこの方にはそーっとしてありますけども、メンバーの方は何かに気づいたら、お暇な人はほとんど喋れないと思いますけどね、皆さんね。もうそれだけご容赦ください。もう申し訳ない。もう全集中。ってしてますか？どういうの？全集中って全集中とかですか？ちょっと分かりませんけども、お疲れ様でした。ありがとうございました。1時間ちょっとのライブ配信でございました。ちょっと明日の準備もあることに今気づいて、やらなあかんなとふと思いましてそれも込みでもう雰囲気としては感じになったんちゃうかなという感じでございました。1時間ちょっとの配信でございました。いい感じですか？ということですみません、弟ちゃんたちちびたちは出しませんので、以上でございます。ありがとうございました。さあ、いらら止まったと思いました。終了。